どうも時丸です。いろんなものを捨ててきたなって思って、今日はちょっと雑談です。ためになる話とかは一切しません。まあいつもしてないんだけどね。何かしながら聞いてください。カポエイラとか、ベリーダンスでもいいですし、あとクリケットとかね、何かしながら聞いていただくのがおすすめになっています。みんなは今日何してましたか？僕は月曜日、今日は朝瞑想をして、で、太陽礼拝を軽くやって、そこから走りに行きましたね。で、今日ものすごく東京の方は暑くて、太陽さんさんサンシャイン池袋って感じで、本当にね、バテますね。むちゃくちゃバテる。まあでもなんとか5キロ走ってきて、で、最近はルナサンダルで、まあ最近というかもう去年からなんですけど、ルナサンダルのベナードというシューズで、ずっとランニングをしています。で、調子がすごくいいですね。ものすごく調子がいい。で、気持ちよくて。ただやっぱりその気温が高い時は本当にバテるっていうのかな。で、今日本当にもう今シャワー浴びたてでね、で、ようやくネスカフェを入れて、喋ってる感じです。で、まだこのネスカフェが今入れたてなので、すごく熱くて、飲めたものじゃありません。はい。ネスカフェは、狂気になります。熱いネスカフェは、狂気ですね。気をつけてください。皆さんも十分に。で、今日ね、朝、瞑想してて、ふとね、思ったことがあって、自分がそのいろんなものを捨ててきたわけですけど、で、その捨てる様子なんかをこの YouTube で、ここ2、3年ぐらいですね、皆さんにお届けしていると思います。で、今持ち物が70個ぐらいに、一回減って増えて、今持ち物が70個、72個ぐらいかな、正確には。ワンバッグに収まるスタイルのものがそれくらい。で、家の中に、十数個の持ち物があって、で、それは今年入れたギターとか、そういうものが含まれていて、あと机とか椅子とかね。で、そういうの含めると92個ぐらいになります。だから若干ね、一時期よりも物が少し増えているような状態になっています。で、昨日ってか一昨日ぐらいかな、インドの、サドゥという、ものすごく厳しい修行者、ヨーガ実践者っていうところも含まれるんですけど、サドゥと呼ばれる実践者たちのドキュメンタリーをね、見たんですよね。で、桁違いにね、その人たちって、持ってないわけですよ。で、もう本当にその名の通りエクストリームミニマリストっていうか、あれがだから本当のエクストリームミニマリストなんだっていう認識で僕はいるんですけど、つまりその人によってはもう裸、一切何も身につけないんですよね。下着さえも身につけてない。もう全裸で、ただ歩き続けるっていうこと。で、それを修行として捉えてやってる人たちがいたりとか、あとはずっとこう手を下ろさずに、もう手を上げたままの修行とか、で、片足だけでね、片足立ちのまま生き続ける人の、だったりとか、とにかくそういうふうなものすごい苦行というか、を自分の身体に与えながら、自分の精神みたいなもの、思考と精神を切り離す、手放すっていう実践を生涯かけて行っているような人たち、そういう人たちが、いて、世界はまだまだ広いなっていうか、自分は全然まだ物を捨てられていない。で、執着だったりとか、欲望とか、そういうのにまみれているなってことに改めてね、気づかされたわけです。で、その中でも、でもやっぱり自分の最適量みたいなものを探ってきたつもりではあって、で、やっぱり何度も言ってますけど、何度も買い戻すものっていうのは自分にとって必要なものだと。で、なんとなく今そのフェーズにいるんですけど、ただその考え方さえも結局物にまみれている。で、資本主義に侵された考え方だとは思うんですよね。だから、多分、今中間地点だとしたら、この先に何があるのか、で、そういうものさえも、手放すようなフェーズが来るのか、年齢とともに捨てるものというか、捨てられるものはどんどん増えているので、なんか、そういう世界が来そうな気もするんですけど、とりあえず今の時点では、まだやっぱり捨てられていないと。で、買い戻しているものといえば、やっぱりこういう撮影機材とかですね。で、あとは、最近だと音楽機材、楽器、ギター、そういうもの。こういうものも、
東京に来てからもう3度目か4度目くらいなんですよ。ギターを買い戻すのは。で、これまではアコースティックギターだったんですけど、今回エレクトリックギターって感じで、エレクトリックギター自体は、学生の頃23歳とか、まあ東京に一応持ってきたんで、最初のフェンダーのストラトはね。だからそれ以来なんですよね。うん。だからまあでも、と言ってもまあ同じそのギターというジャンルで見れば、もう3回4回ぐらい買い戻してると。で、撮影機材でしょう。で、あとは自分の場合山道具ね。うん、山道具も何度も手放しては買い戻したりしてます。で、それはまあバックパックだったり、小さな小物だったりもするし、クッカー的なものだったりもするし、あとはテントとかね、そういうものだったりします。だからまあ結局その3点セットというか、撮影機材、制作機材、音楽、そして山道具みたいなもの。うん。そういうものが自分にとって、まあ十数年ね、12年ぐらいかな、トータル。ミニマリズムみたいな実践をする中でも何度も買い戻しているものだと。だからなんか最近はやっぱその3つを、まあ結局買っちゃうから、まあ手放さずに、で、その中でいかに、少ないもの、ミニマルな構成をしていくかっていうのが自分の中の、一つのミニマリズムの鍵というかポイントみたいなところになったりはしていますね。だから最近はそのものの多さとか少なさみたいなところはやっぱりあんまり考えてなくて、で、それよりも、まあ、この一回限りの人生をいかによく生きるかみたいなところにどんどんフォーカスが寄っていて、で、それは多分僕がもう人生の折り返し地点を過ぎてるっていうことだったりします。で、なんとなくね、その今曜日感覚とか全くないような生活をしてるんですけど、自分が、でも今が一番幸せだなって思うんですよね。思ったんですよね、この間ふと。うん、本当に、なんか、まあ、今までもそういうことってあったんだけど、うん、自然の中歩いてる時とかだったりとか、なんか4泊5日ぐらいの長いちょっと長めの旅行から帰ってきて家で一息ついた時とか、なんかそういう時に、うわ、なんか今この場所にいるのが幸せだなって思うことを感じる時は、これまでもあったんだけど、最新のものとして、うん、自分はそのやっぱ本読んでる時とか、映画見てる時とか、なんかそういう時がね、一番なんかこれでいいなって思うんですよね。で、好きな本を好きな時に好きなだけ読める。うん。この状態である今が一番幸せだなってふと思いました。でもよくよく考えてみると、この状況って結構難しくて、で、これまでに、まあそういう時期ってあったんだけど短かったんですよ。好きな本を好きな時に好きなだけ読める。学生の時っていうのは、もちろんそういう時間ってたくさんあると思います。ただ、やっぱ教科書とか、課題とか、そういうのがあって、それによって、その課題本とかを読まなきゃいけないから、それって多分必ずしも自分が好きな本ではないと。でもまあ基礎教養っていうのはやっぱりその、うん、それがあったからそのいろんな本を自分で探し当てられるようになったりとか、自分の興味が広がったっていうのはあるんで、それが悪いとは一切思ってないんですよね。ただ、まあさっきの話に当てはめると、別にその時は僕は好きな本を読んではいない。うん、決して。でも時間はあるから、やっぱりこうね、いろいろこう買ったりするわけでした。うん。ちょっと日本語変になっちゃったけど、買っていました。でも当然、Kindle とかなかった時代だから、全部物理の本で買っていて、で、まあ、古本屋とかね、でよく買って探していたわけですけど、今は本当に簡単に手に入るし、Kindle とかで。で、中古本とかでもね、安く手に入るので、すごくね、いい時代になってるなと思います。で、好きなだけ読める。好きなだけうん、無限に読めるっていうのは本当に素晴らしいことで。例えば朝起きて、で、もう今日本だけ読もうみたいな時とか、あるいは最近買った本が面白くて、で、それをひたすら終わるまで読むとか、そういうことがね、できるようになったんですよね。で、まあ、直近で言うと、この間の村上春樹さんの過去とか、あれもう1日で読んじゃったんですよ。1日、まあ、1.5日ぐらいかな、正確には。うん、1日ぐらいでああいう小説を読んだりとか、なんか小説ってなんか僕の中では、なんか60ページぐらいをゆっくりとタラタラ読むのが、なんかリズムができて、結構これまでは好きだったんですけど、なんか、一気に読むっていうのをね、やっちゃったんですよね。でももしかしたらそれはその自分の情報の捉え方というか、情報の取捨選択みたいなものが、いわゆる
インターネット上のコンテンツに今慣れすぎていて、それをその小説にも持ち込んだのかなって、なんか一方でそう思ったりもするんだけど、でもそのとにかく自分が読みたいものとかをもう取った瞬間に自分が読み終わるまで話さないみたいなことが今はできるようになってる。なんかそういうことがすごい幸せだなって思うわけです。で、それは、つまり僕はもう仕事をしていないってことだったりとか、どこにも勤めていないってことが一番大きいんですけど、で、勤めていないっていうと、僕はその会社を今年作ったんですよね。だから結局その自分で会社を作って、自分の会社に今勤めているわけなんですけど、個人会社なんで、自分で好きなように本当にやれるってところが。なんか結局いろいろやってきたけど、フリーランスとか個人事業主とか会社員とかいろいろやってきたけど、結局そういうところに落ち着いたなっていうところがあって、で、それも一つの自分のその生存戦略みたいなところに関わっているし、で、そして必ずミニマリズムの実践がそこでも効いていると。いろいろ考えたときに、やっぱ所属することもね、常に考えたりはしてるんですよ。だから今でも結構なんかそのプロジェクト的にどっかの会社とかで、1年間過ごすとか、そういうのをやってもいいかなとか思ってはいるんですけど、ただ、なんかそういうところに所属すると、やっぱりそこに時間を取られるし、自分のやりたいこと、好きな時に好きなだけ本を読めるとか、みたいなことができなくなるんですよね。だから今、やっぱそういう状況になってしまってから、なかなかそういうところに戻るのは難しいなって考えたりしています。で、やっぱり団体とか、ね、そういうところに所属するとどうしても、その時間だけではなくて、結構ラベリング的にもですね、そこに所属している時丸田中っていうふうに見られちゃうんですよね。だからやっぱりその所属というのも一つの、逆所有みたいなところで、自分でそこは所有していないんだけど、所有されているっていう状態になるので、で、そのインドの修行僧はもちろんね、そういう一切所有はされていないししていないっていう状態なんですよ。だからそこがやっぱり一つのポイントだと思っていて、ただそれがその幸福につながるかっていうのはまた別の話だと思っていて、当然その修行僧たち見るとものすごく大変そうなんですよね。で、絶対とにかくその痛みを切り離すっていうところが、やっぱりとても過酷な苦行というか、修行を経てそういう状態に至っているので、その過程をこなしていくっていうのはもう想像を絶するというか、難しいだろうなって思います。ハタヨーガの経典をベースにしてるんですよ。そういう修行者って。ハタヨーガプラディーピカっていうね、経典があって、で、僕も指導者資格を取っている時に、カリキュラムの一つとしてっていうか、そういう感じでね、一通り本は読んだんですけど、やっぱね、そこに書かれている内容っていうのはものすごく、すごいことが書かれていて、これ絶対やっちゃダメだろうみたいなことが書かれてるんですよね。だから、その食べ物とかに関してもそうですけど、その行いに関しても、必ずその体を今やったら絶対痛めつけるようなことが書かれているんで、なんかそれをね、でも実際にそれを実践している人たちがいるっていうのに驚きだし、で、世界はまだまだ広いなって思うし、で、なんか話とか聞きに行ったりとか、実際に見たりとかね、なんかそういうのを、今後もしする機会があれば僕なんか見たいなっていう気持ちはあります。で、全く話は関係ないんですけど、雑談なんでね、ここでね、ちょっと飛ぶんですけど、そういうふうに、瞑想をしていて、そういうのが出てきたと。で、なんかこれから、大事なのは瞑想なのかなっていうのも、同時に生まれてきましたね。今日の朝の考えとして。でもこれは結構今日だけじゃなくて、ここ最近ずっと出てくるんですよ。で、それはその AI の兼ね合いによって生まれてきているものだと思っていて、で今すごいその AI 時代に入ってきてるじゃないですか。で、ここ3年、5年、10年の間に、もう最終的にそのベーシックインカム的なところに入ってくると、人間は労働しなくてよくなるっていうところまで、実際にもう行こうとしているし、それに近い状況が起こりつつあると。でも、よくよくね、今のその過渡期だからかもしれませんが、よく見てると、やっぱり結局、それによって格差が開いてると。インターネット格差みたいなものが、そのインターネットバブルの時にありましたけど、それと同じように AI を使える人と使えない人で結局格差が開いて、ただその富の蓄積というか富の移行する重力、ポイントが変わっただけなんじゃないかなって思うこともあります。で、これは多くの結構経済学者みたいな人たちも言っていることで、だから結局AI によっ
、人間の相対的な幸福度みたいなものは上がるっていう可能性もあるんだけど、結局その富とか自分の実生活ベースのこう心地よさ、良さみたいなものって逆に悪くなる人もいると。だからそこでその格差がものすごく開く時代になるし、で、実際もうそういうフェーズに入っているなっていう感じがしますね。で、僕自身はやっぱりその会社を立ち上げてから、よりその AI を使うようになって、で、それはまあ会社の運営に使うわけですけど、だから一人の従業員みたいな感じで、使ってます。だから僕は多分、この AI 時代でなければ起業できなかったかなって思うんですよね。起業、むしろしなかったかなっていうか、もともと起業ってめんどくさいことじゃないですか。で、ミニマリズムで何も持ちたくなくて縛られない生活をやっているのに、あえてそこで会社を作って持つと。で、自分が CEO としてそこに就任するっていうのは結構面倒なことなんですよね。だからミニマリズムとは反してるんだけど、でも逆にそこを所有することによってそれが自由に、自由のポイントになるとかきっかけになるっていう風な策略をそこで立てたんで、その見通しが立ったから作ったわけですけど、それにはその AI 時代っていうのもものすごく実は関わっていて、で、裏ではね、なんかそういうのを走らせていて、で、考えたりしてます。だから本当にそのウェブサイトのコーディングだったりとかデザインだったりとか、なんかそういうのもそうですけど、これまではそのやっぱりその誰かに外注しないとできなかったようなものが、全部一人でできるようになってるんで、本当にその個人の力がますますブーストされるような状態になっていると。だからこれまでその個人でやっていた人たちはますます強くなるなって、まあ実際強くなってるんですよね。で、僕はもうこれまでずっと一人でやってきて、で、もちろん会社に所属している時だったりとか、そのプロジェクト単位で、集まって仕事をする時もあったんですけど、基本的にはもう時丸田中としての活動をね、20代からずっとしてきてるので、だからそういう意味ではやっぱりなんかようやくその自分が生きやすい世界になってきたなって思っていて。でもこれはその誰にでも多分真似できることではないし、で、その SNS とか、なんかよくね、その質問とかでもあるんですよね。その SNS をこれから伸ばそうと思うとか、何もない状態で今20歳だったら時丸さん何しますかみたいな質問とかがたまたま飛んでくる、よく飛んでくるんですけど。で、それで僕最近思うのは、もうなんかそのインターネットで活動するとか SNS を伸ばすみたいなものがその AI によって全て壊されるんじゃないかなって思っていて、で、僕もだからそれで壊される可能性はあると思っていて、だからなんかその農業とかやっぱそのフィジカルなところに今だったら多分戻っていくんじゃないかなっていうか、なんかフィジカルワークしか残らないというか、なんかむしろそっちで起業するとか、そっちを伸ばしていくみたいな方が、今、いいのかなっていう気はしていて、それはその、これからゼロで始める人の話ですけど、やっぱりその、これからその YouTube をやるとか、その SNS を伸ばしていくみたいなところは、本当にその、難しいような状況になってると思います。AI によって。ただ、その AI を使って伸ばすみたいな、そのアルゴリズムをハックするみたいなところは、余計に、こう、一つのね、エンターテインメントとして今、広がっているようなところはあるので、それを攻略しようとか、なんかそこに興味があってそれを本気でやってみようみたいな人にとっては面白い時代になってるのかもしれませんけど、僕が目指すところっていうか、そのいわゆるそのノイズを減らして、そのストレスなく、自分でね、静かな生活を送る、静かな実践を行っていくっていうところとは反するところなんですよね。で、自分もまあ、コアというね、メディアをやってるんですけど、メディア兼メンバーシップみたいなところ会員制のものやってるんですけど、そこでもね、よくよく話してることなんですけど、やっぱりなんかそういうこう、コミュニティみたいなものが大事にもなってくるし、で、ゼロからやるところで、そのインターネットを使ってやっていく仕事みたいなものが本当に難しいような時代になっていくんだろうなと思います。だからこそ、まあネットに触れない時間とかを余計に今重視するようになっていて、まあこれまでもね、もちろんそのデジタルデトックスとかデジタルミニマリズムとかの話でたくさんそういう話をしてきて、もうね、だいぶ長いです。だから、カル・ニューポートの本を読んでから、それからもやり始めてるんで長いんですけど、AI が入ってきてまたその一つ文脈っていうかスイッチが変わった、段階が変わったような感じがしてるんですよ。だから、ますますその、PC とかディスプレイとか、クロードコードみたいなもの、チャット GPT みたいなものから離れる。チャット GPT 触るんだったら瞑想する。あるいは温泉に行くとか、海に行くとか。なんかそういうところが大事で。で、それをやってる時にやっぱりこう、ふと変な
ものが降りてくるんですよね。で、その変なものが降りてくるのが、そのランダム性こそが人間が持つ何か表現とか制作の力みたいなものだと捉えていて、で、その核となる、コアみたいなものをだから捉えていくっていうのが自分の仕事であり、それが本当にその何かを作りたい人が今後やることっていうか、やるべきことなんじゃないかなって思ってます。で、その瞑想の流れで今日出てきたのもちょっと長くなってきてるんで、いろいろ飛び飛びなんですけど、今日最後の話にしようと思うんですけど、考えたことはですね、結婚式のことがなぜかね、ふとこう出てきたんですよね。で、それは、なんか今日の明け方になんか夢を見たんですよ。友達の結婚式に出席している自分が。で、なんかそれを見たときに、これまであまりにもっていうかかなりたくさんの結婚式に僕は参加してきたなってことをぼやっと、その夢があって、で、その後の朝起きてからの瞑想の中でもまたその同じようなイメージが降りてきたわけです。で、それが出てきた時に自分はものすごく他人の結婚式に出席しているのに自分は一切式を挙げないと。だから、もちろんその結婚しないから上がらないんですけど、で、それをね、これってなんだろうと思った時に、自分もなんかそういうこう式みたいなものを上げちゃってもいいのかなって思ったんですよね。で、それはその自分が結婚するとかっていうわけではなくて、時丸田中の感謝祭みたいなところで、これまでいろんな式に呼んでもらったんで、その呼んでくれた人たちを、招いて、で、武道館とか、取れたらいいですけど、ちょっと難しかったら東京ドーム。でも武道館より東京ドームの方が大きいんでね、ちょっと順番は逆になるかもしれないですけど、そういうところをちょっと貸し切って、で、呼んでですね、でそこでその、時丸田中の結婚パーティーじゃないから、だからなんて呼べばいいんだろうっていうのが、これからのね、僕の、課題にはなってくるんですけど、だからそういうところで、そういう会を開いてもいいんじゃないかなって思っています。だから開いた方がいいんじゃないかなっていう啓示みたいなものが、今日の瞑想中に降りてきたってことです。で、これこれを聞いて多分ますますこいつ頭おかしくなったなって思う方もたくさんいるでしょう。で、それはね、それはそうなんですけど、間違ってないんですけど。でもね、こう、なんか情景もほんとすごく深く浮かんできてて、で、司会は時丸田中なんですよ。だから僕がもう司会をして、じゃあ時丸田中の入場ですで、もう一回裏に行って、衣装を着替えて、時丸田中が出てくるわけですよ。で、ケーキ入刀の代わりに、ネスカフェ、入院みたいな感じ。なんかネスカフェを入れるって感じのパフォーマンスがそこであったりとかするじゃないですか。で、これまでの経歴みたいな、なんかその過去を振り返る、ちょっとプロモーションビデオみたいなものが、流れて、で、それはこの間ちょっと引っ越しの時に作ったような、ちょっとこう、ずっとこの何もない部屋とか少ないもので暮らしてきたこのバカなこいつの一生みたいなものがバーって流れてみんな感動して涙を流すと。で、それから、次面白いのが、お色直しっていうか、化粧直し。お色直しってね、花嫁さんが一回引っ込んで、で、なんか違うドレス着て出てくるじゃないですか。あれがだからお色直しを僕もやるわけですよ。時丸田中の。で、お色直しですって言って、一回裏に引っ込んで、で、そこで着替えて出てくるわけですけど、同じ服着てるんですよね。だから当然何も持ってないから、同じくまたこのね、ヒアネスのドライウール T シャツ着てもう一回出てくる。で、2枚しか持ってないから、お色直し2回が限界なんですよ。だから2回、ね、もう1回だからお色直ししたら終わりって感じで、またこいつ同じので来たみたいな感じで、拍手で終わるみたいな。なんかそういうところまでイメージはできてます。あとは最後多分その花嫁のなんかそのブーケトスとかなんかいろいろあると思うんですけど、だからそこを何を投げるのかとかね。なんか僕結構山道具でテントのペグとかあるんで、なんかそのテントステークみたいなものを後ろにね、こう投げたりとか。なんかいろいろそういうので、楽しめるかなっていう感じはしてるんで、全く何の話になったのか、着地したのか、わかんないです。これが雑談の魅力っていうところで、今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。週に1回レターも書いてますので概要欄よりチェックしてみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。チャオチャオ。